皆さんこんにちは。今回の旅は倉敷、岡山県初進出です。倉敷といえば観光スポット目白押しですが、王道コースから少し外れると、ここも倉敷という飾らない風景が広がっています。バッチバチの観光と時が止まった日常、その両方を味わう贅沢な旅に出かけます。ということで、倉敷駅に向かっています。田んぼに山に綿菓子のような雲、旅気分が盛り上がります。車内は結構混んでいて、大学生ぐらいのヤングがわんさか。夏休みですよね。羨ましい。映えスポット倉敷の人気、早速実感してます。倉敷駅に到着。特急やくもの雲をモチーフにしたさっきの綿菓子雲のようなかわいい駅名標がお出迎えです。そしてカルピスの看板。夏といえばカルピス。私は氷がゴロゴロ入ってる薄いカルピスが好きです。なんてどうでもいい話を電車に遮られたので、早速街へ繰り出します。駅から出てきました。駅前はこんな感じ。しっかり都会です。駅前の百貨店がいい味出してます。いや、デパートって言いたくなるような渋い佇まいです。ちなみに今回の工程には入ってないんですが、駅の反対側はこんな感じ。商業施設ゾーンです。ここには以前、倉敷千堀公園というテーマパークがありました。バブル景気の頃に計画されて、バブル崩壊後の1997年に開園。私はドンピシャ世代なので、いつか行ってみたいと思ってたんですが、わずか11年半ほどで閉園してしまったので、夢叶わずでした。バブルの魔物の影響、受けたんでしょうか。さあ、このチャンネルがアウトレットを取り上げることは未来永劫ないので、多分駅の反対側に戻って、まず一つ目の目的地に向かいます。さっきからやたら美観地区を押してきますが、まあそりゃそうですよね。倉敷といえばの超メジャースポットですから。でもそこに並ぶ商店街方面という文字、私のアンテナはこちらに反応しました。メジャースポットは後回しにして、まずは商店街から倉敷の旅スタートです。駅前の大きな道をペデストリアンデッキで越えると、案内通り商店街が現れました。美観地区近道商店街ではなく、本当は倉敷センター街。商店街の名前を掲げるより観光客へのアピールを優先。なかなか潔い看板です。倉敷駅の南側から美観地区の周辺にかけて、いくつもの商店街が連なっていて、この倉敷センター街もその一つ。美観地区の江戸時代へ少しずつワープするタイムトンネルのようです。飲食店がたくさんあるので、夜になったら仕事終わりのサラリーマンや地元の方々でにぎわうんじゃないでしょうか。そしてここからさらに怒涛の商店街ラッシュ。大正から昭和初期にかけて市街地開発されたこの地域を支えてきたんだそうです。その貫禄を想像しながら歩きます。
年季の入ったお店や個人店が並んでいて、チェーン店？何それ、美味しいの？という雰囲気にワクワクしました。ところで倉敷デパート、商店街なのにデパート、気になりませんか？昭和38年、高度経済成長期にできたんですが、デパートのように大きくなろうという思いが込められているそうです。それぞれ静寂の中ににぎわいも感じられて、独特の魅力を放っています。知る人ぞ知る名店もひっそりとあったり、美観地区へ一直線じゃなく、まずは昭和を味わうコース、おすすめです。ではここでお昼ご飯にします。また美観地区行けへんのかーい。まだです。もう少し昭和を味わってからにします。いいお店見つけたんです。今日のお昼ご飯は商店街の中にある喫茶店でいただきます。この外観に吸い寄せられました。店内も昭和のドラマに出てきそうな雰囲気で、スマホのない時代、雑誌を読んだりおしゃべりしたり、ゆっくり時間を過ごしてた頃を思い出します。石川ひとみが待ち伏せしてそうな。いただいたのはとんかつランチ。暑さに勝つという気持ちを込めて選びました。喫茶店らしいワンプレートに揚げたてのカツ、スパゲッティにしようか悩んでたので、ちょこっとついてて嬉しいです。観光客向けのお店というより、地元の方が普段使いしている喫茶店という感じで、飛び交う岡山弁にほっこりしました。岡山弁ってなんか可愛らしいですよね。落ち着く店内、丁寧な接客、ローカル気分、いいお昼ご飯になりました。ごちそうさまでした。では次はいよいよ美観地区へ。縁起のいい商店街を通って昭和から江戸へ遡ります。とんかつでエネルギー満タン、石川ひとみの待ち伏せもかわして美観地区へ向かいます。次に現れた商店街は恵比寿通り商店街。ここまで来たら間もなく美観地区です。提灯や傘が気分を盛り上げてくれます。明治時代からの歴史がある佇まい、味わい深い通りでした。そして商店街を抜けると、さんさんと光が降り注いで、岡山県を代表する観光地、倉敷美観地区の登場です。まずは倉敷川の北側にある本町通りから、町屋を改装したカフェや雑貨屋さんが立ち並ぶ、街歩きにはもってこいの通りです。街歩きにもってこいすぎて人が多い、そして暑い。一旦撤収です。避難したのは倉敷公民館。休憩所を開放してくださってます。神対応、冷房もしっかり効いてて生き返りました。それにしても素敵な建物、昭和44年の竣工だそうです。これはご近所の方が羨ましい。街並みにもとても似合ってました。
あの人混みに戻る勇気がまだないので、一旦静かな場所へ向かいます。街を見下ろせる素敵な場所です。倉敷美観地区の鎮守として町を見守ってきた神社にやってきました。標高約40メートルの鶴形山山頂にあって、美観地区を見渡せる穴場ビュースポット。下界の喧騒が嘘のようなゆったりした時間が流れています。厳かな空間に癒されてしっかりリフレッシュできました。では再び倉敷美観地区へ挑戦です。次は水辺の美観地区、倉敷川沿いの景観を楽しみます。今更ですが、倉敷美観地区とは、江戸時代幕府の直轄地として栄えた倉敷は物資が集まる賑やかな町でした。その頃の町家や白壁の蔵屋敷、さらに洋風建築が調和した美しい町並みです。そして美観地区といえばで、多くの方が思い浮かべるのがこの倉敷川沿い。令和とは思えない風景が広がっています。何かが足りない。そう、船が通っていません。観光客を乗せてゆったり進む倉敷川舟流し。なんとこの時期は暑さ対策で15時まででした。ショック。乗りたかったのはもちろん、船の涼しげな姿を見てみたかったです。仕方ない。残念な気持ちを癒すため休憩にしましょう。またまた穴場があるんです。こちら。観光案内所。もともとは大正6年に建てられた町役場だそうです。なんて素敵な役場なんでしょう。さっきの公民館といい、倉敷は建物のセンスが素晴らしいです。そして2階が穴場。広い空間でのんびり、見晴らしも最高です。公民館、神社に続き、さっきから穴場休憩スポットの紹介ばかりしてる気がしますが、どなたかのお役に立てれば幸いです。それにしてもこの暑さと人混み、ヘナチョコの私にはもう限界なので、美観地区の続きはまた明日。ちょっと裏技を使います。お楽しみに。続いては美観地区から歩いてすぐ、素敵なお宅にお邪魔します。
大橋家は江戸時代に神殿開発や金融業などで財を築いた商家で、こちらの母屋や門、蔵などが国の重要文化財に指定されています。広くて光と風を取り込む美しい造りです。美しい、その一言につきます。変に演出せずありのままを見せてくださるので、当時の生活を想像したり、日本家屋の素晴らしさを感じることができました。係の方もとても親切で詳しくて、興味深い話をいろいろと伺えました。2階はあるけど町民はそこで生活できなかった、上から見下ろす行為になるからとか、歴史に疎い私には驚きです。あと涼しいのにも驚きました。もちろんクーラーなんてありません。風通しが良くて、木や畳、風鈴が涼しさを運んでくれました。お庭も素敵だし、また季節を変えて訪れたいです。ではここで今日お世話になるホテルに向かいます。最初にうろうろした商店街の中にあるので楽しみです。倉敷センター街に戻ってきました。今日お世話になるホテルはこちら。アーケードがあるので全体像は見えません。で、ゆったりとしたロビーを通ってお部屋はこんな感じ。シックで落ち着きます。角部屋なので景色が2つ楽しめるのも嬉しい。まずはこちらのビュー、山と街ビュー。そしてこちらは山と街ビュー。似た感じでした。でも8階なので遠くまで見渡せて爽快です。そして大浴場あり、ラウンジでのフリードリンクあり、今日の疲れをバッチリリセットできました。ということで1日目終了です。おはようございます。2日目の朝です。覚えてますか？昨日宣言した美観地区の裏技。この後早速使います。おはようございます。朝の6時です。寝起きドッキリ風に始まった裏技。早朝なら空いてるんじゃね？大作戦です。早朝の倉敷美観地区、静かです。ゆっくり楽しみます。大成功。静かなひとときを過ごせました。地元の方が結構散歩されてたんですが、皆さんすれ違いざまに挨拶をしてくださいます。もろ観光客っていでたちなのにすごく嬉しかったです。もう心残りはないので次の目的地へ移動します。
動画冒頭で王道コースから少し外れると、ここも倉敷という飾らない風景が広がっていますって言いましたよね。はっきり言ってここからが本番です。時が止まった日常、もう一つの倉敷に向かいます。倉敷駅に別れを告げて西へ2駅、新倉敷駅に向かっています。たった2駅だけなんですが、車窓の風景に緑が増えてきました。新倉敷駅に到着です。なんか貨物列車が止まってる珍しい光景に出くわしました。この駅ではよくあることなんでしょうか。調べてもわからなかったので、ご存知の方がいたらぜひ教えてください。では改札を出て行き先を発表します。こちら、玉島です。倉敷美観地区から高橋川を越えた南西にあって、もう一つの倉敷というからにはもちろん倉敷市です。早速バスで向かいたいんですが、びっくりするぐらい本数がなくて、びっくりするぐらい待たないといけないのでタクシーにします。その玉島、今では同じ倉敷市なんですが、もともとは別の市でした。昭和42年に倉敷市、小島市、玉島市が合併して今の倉敷市に。なので倉敷市は結構広くて、エリアごとに街の表情も違います。タクシーの運転手さんがこれまた優しい方で、玉島の歴史やおすすめスポットをたくさん教えてくださいました。で、駅から5、6分ほどで目的地に到着。時が止まった日常、ここから目白押しです。味わい深い看板が出迎えてくれます。清新町商店街。この佇まいで驚くべきことに、玉島では一番新しい商店街だそうです。新しいと言いつつ昭和の空気バリバリ漂ってます。You have been so good to me, so fine and so gentle. I came around and now I see your face so sentimentally. At first I thought nothing of it all. It seemed just a passing phase. And then one day I heard the angels call your name. They did sing to me. And now I feel so thankfully that you have been so good to me. 一見ちょっと寂しい感じですが、新しいお店の参入や朝市も開かれています。また賑わってる時にお邪魔したいです。そして通りを挟んだ向こう側にも商店らしきものが並んだエリアがあります。玉島銀座商店街。玉島では2番目に古い商店街だそうです。昔はアーケード商店街だったとか。その面影はもうありませんが、趣はじんわり残っています。
そんな中、元気に営業されている和菓子屋さんを発見。明治21年創業、表彰もされている立派な老舗です。和菓子が可愛いのなんの、これはもはやアートです。近くにこんなお店があったらお土産に困らないなと思いました。もなかとおまんじゅうと、あと洋菓子も少しあって、おやつに調達、楽しみです。お店の方とお話ししたんですが、やっぱりお店がどんどん減ってるみたいで、寂しくなったっておっしゃってました。こんないい感じのエリアが消えゆくなんてもったいなすぎます。商店街シリーズ、最後は西湖山の商店街に向かいますが、お腹が空いたのでまずはお昼ご飯。その西湖山の商店街にある老舗食堂に伺います。さっきの商店街から歩いてすぐ見えてきたのは通り町商店街。玉島で最も歴史が長い商店街、ラスボスの登場です。まずお昼ご飯を食べて、その後じっくり散策します。伺ったのは商店街の中にあるこちら、昭和35年創業の老舗です。出ました、メニューが選び放題。お好み焼きに丼物、ジャンルを超えて何でもあります。油断してたら壁にも。嬉しい悲鳴を上げながら選んだのは、まず一杯、至福の時間です。はい、ありがとうございます。そしておでん、大根も筋肉もトロットロで液体レベル、美味しい。そしてメインディッシュはこちら、透き通ったスープに分厚いチャーシューがゴロゴロ入ってます。お味は美味しい。スープはあっさりに見せかけてしっかり奥行きのある味。やめられない、止まらない、癖になるやつです。チャーシューはこれまた液体レベルでとろける美味しさ。あっという間に完食です。お店の方がとても親切で、涼しい席を案内してくれたり、扇風機を向けてくれたり、クーラーと扇風機のダブルパワーでしっかり涼ませてもらいました。玉島のお話も聞かせてくれて、昔は港として栄えていたことや、実はこの辺りが海だったことを教えていただきました。なんとそれは知りませんでした。江戸時代初期頃までは海で、その後徐々に干拓が進められたそうです。新田開発には絶好の地形だったとか。昨日の大橋家住宅の方やさっきのタクシーの運転手さんもそうでしたが、皆さん町の歴史に詳しくて地元愛にあふれていて、とても素敵だなと思いました。さあ、看板の可愛らしい文字そのままのほっこりしたお店で楽しい時間を過ごしました。ではいよいよ商店街のラスボスを堪能します。通り町商店街の正面に戻ってきました。さすが玉島で最も歴史ある商店街。シンプルな看板がより貫禄を放っています。江戸時代から町を支えてきた面影、感じながら歩きます。看板の博物館と言ってもいいくらい趣ある看板のオンパレードです。時代の流れで静けさも感じますが、地元の方に愛され続けているお店も健在。何気ない日常の風景に癒されました。玉島を味わうならこ
こは外せません。見事なラスボスぶりでした。続いては懐かしさがぎゅっと詰まった場所に向かいます。さっきの食堂のご主人も子供の頃遊びに行ったっておっしゃってました。昭和がそのまま残っている場所、満喫します。懐かしさがぎゅっと詰まった場所へ。道中にも見どころがあるので、ここから15分ほど歩きます。いい感じの街を抜けて昭和17年に作られた新橋水門に差し掛かりました。レトロ感出てます。そして水辺にせり出した建物が見えてきました。東南アジアの水上住宅を思い出させる風景。行ったことないですけど、かつて水運が盛んだった頃の名残です。まだ見どころは続きます。玉島名物ドラム缶橋。その名の通り100個を超えるドラム缶が土台になってます。さっきの通り町商店街の駐車場が向こう岸にできて、その時に橋も作られました。ドラム缶で作るとはなかなか大胆な発想です。実用性から生まれた橋ですが、今では注目を浴びるレトロスポット、映画のロケ地にもなったそうです。そしてさらにその先、味わい深い街が続きます。目的地が見えてきました。看板の文字が激渋。この時点で来てよかったと思えます。いよいよ到着です。炎天下を15分歩いてまで来たかったのはこちら。バッティング、カラオケ、卓球、ゲーム、ビリヤード。卓球はお休み中ってホームページに載ってましたが、それでも盛りだくさん。まさにプレイランドです。1970年頃から続く地元に根付いた施設なので、懐かしい、まだあるのと画面の前で大興奮の方いらっしゃるかもしれません。まずはこのいい意味でのカオスに飛び込んでみるとします。使えそうにないゲームもたくさん並んでますが、決して雑に扱っているわけではなくて、むしろその逆。修理が必要になった機械を全国から引き取ってもう一度動かそうという取り組みをされているそうです。機械への愛とお客さんを楽しませようとする気持ち、その両方がいい意味でのカオスにつながっています。せっかくなのでいろいろ遊んでみます。まずはバッティング。
何年ぶりでしょう。びっくりするぐらい当たりません。悔しくてもう一回しました。次は西日をさんさんと浴びるワニワニパニック。これはワニというより熱中症との戦いです。無事生還できたので、次はバスケットボール。むずい。これはストレスとの戦いです。体力的に限界なので、最後はカラオケにします。お、歌うのかと期待してくれた皆さん、ご期待に添えずすみません。歌は苦手なのでマジ完全休憩です。クーラーの効いた部屋でのんびり生き返りました。ワンドリンク制ですが、部屋代は30分30円という信じられない料金なので、こんな使い方もありです。昭和と平成の香りに包まれて青春気分で遊び倒しました。そうそう、お店の方も皆さん親切で居心地抜群でした。心残りなし、玉島レトロ巡り完全燃焼です。歴史ある倉敷で王道コースと時が止まった日常を巡ってきました。どちらの街も素敵でした。でも何より人。お店でも街歩きでも移動中でも地元の皆さんにとても親切にしてもらいました。人の優しさに触れた旅でした。この動画を見て倉敷の人と街に癒されたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。とても励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ここだけの話、筋肉痛は3日後でした。